皆さんこんにちは、ゆりこです。最近ね、髪の毛をちょっと暗めに染めてみたんですけど、皆さんはこの髪の毛の色についてどう思いますか？今年のね、1月から髪の毛を伸ばそうと思って少しずつね、ヘアケアを頑張ってるんですけど、髪の毛をね、染め続けるとどうしても傷んでしまうので、できる限りね、髪の毛を染める頻度を減らしていって、将来的には自分の髪の毛に戻してもう髪の毛を染めなくても済むようにしようと思って今、毎月というか2ヶ月に1回くらい髪の毛を暗い色に染めています。でも結構毛先の方はね、ブリーチをしているのですぐに明るい色になってしまうんですけど、それでもねちょっとずつやれば暗くなるよっていう風に美容師さんに言っていただいているので、その言葉を信じて今少しずつ、暗くしています。今日は6月10日の火曜日朝8時20分なんですけど、雨が降っているせいかちょっと外は暗いですね。はい、ということでね、早速今日のポッドキャストに移りたいと思います。今日のテーマは、日本の宗教、神道について皆さんにお話ししたいと思います。まずはじめに言っておくと、私はそこまで熱心な神道ではありません。ただ私の両親が結構その熱心な神道を信じている人たちなので、なんとなく子供の頃から両親と一緒に神社に行ったりして、神道ってこういうものなんだろうなっていうのが、普通の人に比べたらわかるのかなと思うので、今日は皆さんにねそれを、神道って何なのみたいなところをねお話ししたいなと思っています。自分自身最近弓道を習い始めたんですけど、弓道ってその弓にね道って書くんですね。で、多分剣道とか合気道とか、茶道とか、あとは書道とか、全部道っていうね字が入るんですけど、これって多分、神道に基づく日本の、日本の教えみたいな感じなのかなって思います。弓道をやってても宗教色強いなって思うのが、レッスンのね最初と最後に必ず、掛け軸があるんですけど、そこに向かって2礼2拍手1礼っていうその神道の時にやるような、なんていうのかな、2礼2拍手1礼をします。教室のね真ん中にねその掛け軸があるんですけど、そこにはねそこの真ん前には立ってはいけないっていう風に言われたりもして、結構ね宗教色強いなって個人的には思っています。なんかもっとあんまり宗教とか関係ない感じなのかなって思ってたので、意外とやっぱり弓道って道がつくからには日本のね古来からあるその神道に割と密接に関連してるのかなっていうのは思ったりします。改めてね、神道ってどんな宗教なのかなっていうところに結構自分は最近興味を持ち始めたので、それをね皆さんにシェアしていきたいなって思っています。でも政治とかね宗教とかねそういう話をすると結構、登録をね解除されたりもするんですけど、別に私はねこの宗教が一番いいっていう話を今日はしたいわけでもなく、ただやっぱり日本の歴史と結構神道って密接に関わりがあるので、なんかそのあたりを皆さんとシェアできたらなって思っています。で、神道とはっていうところで言うと、神道は矢をよろずの神っていう風に言うんですけど、世の中には800人以上の神様がいるっていう風に言われていて、身の回りのねありとあらゆるものに、宿る神様を敬っている宗教です。例えばそのお花とかね、多分天気とか、いろんなものに、神様って宿ってるよねっていう考え方かなって思います。そしてね、自宅などに置かれる、神棚って呼ばれるものがあるんですけど、そこでは神々を祀る祭壇、または日本各地にね存在する神社っていうのは神々と人々をね結ぶ、ための祭事を行う場所として位置づけられています。そしてね、神道には実は開祖はいません。そして、キリスト教のような聖書のような聖典っていうのもありません。ただ、経典と呼べるものとしては日本の神話から始まる、歴史書があるんですけど、日本には古事記とか日本書紀って言われるような
そういった神話から始まる歴史書だったりとか、歴代天皇の命令書である宣明、それから平安時代に編纂された神道資料の古語周囲といったものがあります。結構その神道を本当に本気でやっている人は、祝詞って言われる神様にね、創上する言葉を結構日々ね、神様に向かって唱えたりもしたりします。というのも日本では古くから言葉の力っていうのをすごい信じていて、日本語には言霊って呼ばれる言葉があります。それは言葉に魂って書いて言霊なんだけど、言葉には霊力が宿っていて、口に出して述べることによってこの霊力がね発揮されるっていうふうに考えられているので、祝詞にはねこうした言霊に対する信仰が根底にあって、一言一句ね、荘厳かつ美しい言い回しを用いて間違えないように慎重に創上されます。なのでもう本当に決まった言葉を毎日同じ言葉を唱えることで神様に対してねなんていうのかな、その言葉を、唱えるっていう、そういうちょっと宗教になっています。ちょっと変わっているよね。実はね、その神道は明治以降にね、国民を統合させるための精神的な支柱としてちょっと悪いように利用されてしまったりもしたこともあるんですけど、ちょっと今日はそこは置いておいて、古代の天皇と神道について、皆さんと見ていきたいと思います。実はですね、神道と天皇っていうのは深く関連していると言われていて、奈良時代にね、書かれた日本最古の歴史書である古事記や、現存する一番古い歴史書の日本書紀では、こういうふうに言われています。天上の世界である高間ヶ原を統治する天照大神が天皇家の始祖であるというふうに言われています。そしてその天照大神が地上を統治する役目を任せたのが孫にあたるニニギノミコト。そしてそのニニギノミコトっていう方は三種の神器を持ってきて地上をね統治するために神々と一緒に降り立ったとされています。これをね天孫降臨というふうに言われています。そして実はこのニニギノミコトのひ孫が初代天皇とされている神武天皇と言われています。ただしね、ちょっとこのね神話を信じるか信じないかっていう話ももちろん大きな問題としてあるかなと思っていて、一応この古事記と日本書紀の編纂っていうのは、天皇家による統治の正当性を明確にして国内外にねそれを知らしめる目的で行われたもので、神話のねモチーフを用いて天皇をね信仰の対象として書き出すことっていうのは日本っていうね国家が作られるこの過程でやっぱり求められたことなのかなっていうふうに言われています。本当にねそういう神様がいたかどうかちょっと本当よくわかりません。ただしその神道とね天皇の関係で大きな転換点となったのが6世紀中盤飛鳥時代の仏教伝来です。中国から仏教が日本に入ってくるんですけど、このね仏教を認めるかどうかっていうことについて日本でねその大きな影響力を持っていた豪族って言われる人たちが対立をしました。そして仏教を守る立場の蘇我馬子っていう人が、勝ってね仏教が社会的に受け入れられていきます。そしてね陽明天皇の、王子である聖徳太子っていう人も仏教をね信じて、天皇家にとっても信仰の対象として仏教が重要な存在になっていきます。中でもユネスコの世界遺産に登録されている薬師寺は天武天皇が680年に皇后の健康回復を願って建立した寺院で、現在も皇室ゆかりの寺として知られています。でちょっとね面白いのが日本古来のね神もね仏教にね帰依したっていう風に解釈して神道と仏教をね一体化させるような流れが生まれます。でそして神道と仏教が融合した神仏混交や神仏集合が、一つのね、信仰体系として定着していきます。実は天皇が上位後に
天皇陛下になった後に出家してね、法を名乗ることが当然のこととして受け止められたのも神仏習合のね、流れに沿っています。だから、神道って仏教がね、入ってきて、皇室の人たちも仏教を大事にしようという風になって、神道と仏教が本当になんか入り混じっていくみたいな風になっていきます。っていうのも確かに、時々お寺の中になぜか神社の鳥居があったりとかしますよね。なので結構両者は曖昧、お寺なのか神社なのかっていうのはすごくね、曖昧になっているところがあるかなって思います。そして、しばらくの間ずっと人々は仏教をね、信じていたんですけど、神道がね、再び脚光を浴びたのは江戸時代と言われています。仏教だとか、儒教とか、外来思想にね、影響を受ける前の古代の日本にあった文化や思想をね、追求しようっていうような国学と言われるものがね、盛んになっていって、本居宣長って言われる人が書いた「古事記伝」っていうね、本が出版されて、古事記がもう一回ね、再評価されて、天皇家や神道が改めて注目されることになりました。もともとね、日本っていうのは、やっぱ神道とか天皇、から来てるよね、みたいな、そういう風になったわけですね。本居宣長は、徳川幕府の支配体制も、天照大神の命令から、朝廷をね、経て、徳川家康に委任されたとしており、この考えが幕末のね、尊王思想っていうものにつながっていきます。そしてね、18世紀末から19世紀初めに、在位した皇格天皇が宮中でのお祭りごとというのを復活させ、朝廷、皇室の権威回復に努めたことも、後の近代天皇制の移行の土台になりました。このね、尊王思想の発展が起因してね、江戸時代末期には徳川幕府ではなく天皇家こそが日本を統治していく存在であるという考えが主流になっていきます。そして、大政奉還って言われる、ものがあってね、天皇がもう一回日本の統治者に、復帰して明治政府が始まっていきます。そしてね、同時に天皇による国家統治の正当性の根拠になる神道も国家がね、保護していくことになります。そして、近現代の天皇と神道というところへ行くと、1868年に明治政府は天皇の国家統治、王政復古の実現のために神道をね、国教化することの方針をね、採用し、今度は神仏分離で、さっきまでは、神道と仏教をくっつけようみたいな流れがあったのに、それをね、今度は引き離していきます。結局、神道独自での布教っていうのは、意外と進まずに、神道国教化政策っていうのは、失敗に終わります。ただし、国家統合の拠り所として、国家神道っていうのは第二次世界大戦後まで続きました。戦後の日本国憲法では、天皇は国民統合の象徴であり、国政に関する機能はないと規定されますね。これは GHQ の影響とかもあると思うんですけど、そういうふうになります。そして日本国憲法には神道の行事である、宮中でのお祭りに対しての明文規定はなく、そのお祭りっていうのは天皇の私的儀式だっていうふうな位置づけで執り行われており、現在でも皇室に設けられた宮中三殿には天照大神をはじめとしたさまざまな神様が祀られていて、天皇陛下は今でもそのお祭りによってね、国家と国民の安寧を祈願し続けているそうです。ということでね、結構天皇と本当に神道の関係は深いものなんですけど、外来宗教として到来してきた仏教も天皇とね、深い関係を持ちながら人々の間に浸透していきました。だからね、日本にはお寺がね、すごくたくさんあるんだと思うんですね。で、歴史の流れではこうやって神道と仏教は密接につながりながらね、発展していって、どちらも人々に深く根付いた大切な信仰として現代まで続いています。確かに振り返ると、私の祖父母はね、仏教を信仰していました。こうやって数珠みたいなのを持ってね。そして私たち死ぬ時は、宗教関係なく
とんどの人が仏教の方式でお葬式を挙げます。なんだけど、ほとんどの人が、1月1日にね、神社に行って初詣って言って初めてのお祈りをするとかね、本当にこう結構文化がね、そういう意味ではかなり入り混じって、私たちの生活の中にあるんだけど、なのでそうただ日本のね神道っていうのはもう日本でできた宗教ですよっていうところと、天皇家のかなり密接に関わっているところっていうのが今日は、私もね改めて理解できたし、皆さんもねなんとなく分かったのかなって思います。ちょっとね難しい話だったし、なんか面白くなかったかもしれないんですけど、もしもねこういう宗教の話とか神社の話もっと興味があったら、そういう話も取り上げたいなって思っています。実はね日本ではほとんどの外国人が行かないけど、すごくね、日本のね古来から大事にされている神社とかっていうのが、西日本にあったりするので、そのあたりの話も、いつかねしたいなって思っていて、っていうのも最近ね1週間ぐらい前に、そのね神社に行ってきたので、なんかみんなに共有できたら面白いのかなって思っています。はい、ということで今日は長々と日本の宗教神道について、歴史とかね振り返ってきましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。このポッドキャストのチャンネルでは日本人や日本文化に関することについて皆さんにシェアしているので、何か気になるトピックがあったらぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。